こんにちは、ヌーベルです。最近元気ですか？今回は一応 CK さんの相続の話をします。ですが尺稼ぎとして、少し最近の話をします。この先のこの時間帯までスキップ推奨です。自分は元気ですがやる気が出ません。あんまりよろしくない状況ですね。最近そんなやる気がない状況ですが、EU5 の開発日記を読み込んでいるんですよ。つい昨日の中身とかマルチプレイの情報だったんですが、CK さんとか VIC さんよりも、マルチが遊びやすそうだったんですよね。そのような感じで少しいいなって思った今日です。そうしたらここからは CK さんの話に戻りますが、皆さん相続悩んでいませんか？これから3個有用な方法をフランスとボヘミアを通じて見せていきますね。ぜひ覚えていってください。それではスタート。まずフランス王国なのですが、この段階では分割されて相続されていきます。間違いなく、次世代で一度兄弟同士で争わないといけない状況なのは間違いないですよね。そこでこの方法、封建選挙を使用していきます。この方法でまずもう一つの王称号を用意して、直轄地がメインで存在しない方を主要称号にします。そこでフランス王国に新しく法律を追加していきます。追加したらとりあえず後継者にしっかりと票を入れるといいですよ。入れないと、フランス王国を失うことになるので、そこだけ気をつけましょう。そうやって封建選挙をしっかりとつけれたら、ブルターニュを主要称号にした時の姿はこんな感じになります。個人的に見た目はひどいですが、便利なものを使った方が楽ですし、好みで使ってください。とりあえず選挙で1位を取った後継者を見ると、しっかりと後継者に継承される称号で、分割されずにフランス王国が入っていますね。これはどうしてかというと、主要称号が長男に、そうして選挙で1位になった称号、直轄地や選挙が紐付けられている、が、どちらもそれぞれ渡されることで成り立ってる方法ですね。そうしたら次の継承方法を教えていきましょう。相続方法というよりかは相続前の準備をここからは教えていく感じになると思います。動画を編集してる段階で気づきました。とりあえずこれはフランス王国なのですが、男が3人も生まれてしまっています。そこで考えつくのはこの機能。総拝着、ですが、この機能よく考えてください。家の名誉は失うし、正当性も200も失ってしまいます。特に名誉と正当性、これが痛い。名誉は貯まれば王朝の遺産を進められるし、正当性も減ったらまた増やさないといけなくて出費がかさむ。そのような奥さんのお悩み自分思いついちゃいました。そうこの方法を使えば良いのではないかと。とりあえず自分の息子をとっ捕まえちゃいましょう。ですが安心してください。間違っても処刑をするなんていうひどいことはいたしません。絶対に多くの CK プレイヤーが忘れているこのシステムを使えば先ほどの問題も全て解決。それは、機械を立てるです。このシステム自体は投獄しなくても使えるのですが、そっちの方でやると、正当性を200失うし、なかなか次男などは飲んでくれません。そのような不忠な息子たちはなんだかんだ多いわけで、そこでそれを防ぐために、投獄すれば、正当性を失うことも、名誉を失うことも威信を使うこともなくただ少しの暴政だけで、こんな感じに坊主にでもなってもらって、属性との関わりを断ってしまいましょう。こうなれば称号も継承できず、結婚できないため、請求権が広がることも同時に防げますね。運が良ければ強行になる可能性も例ではないため、結構 RP 的にも面白い選択かと思います。このような感じで一応後継者問題の解決に一つ使える方法でした。そうしたら次はボヘミアで最も、ところから正直年代で見ると一番便利な、最年長子相続性のある隠された仕組みを教えていきましょう。この相続法は一番年齢が高い人が、相続するという不便なのか便利なのかわからない相続法なのですが、なんとこの相続法、実は抜け道があります。それは後継者指名、これは共同君主制、と言われる王権レベルが2から使えるやつなのですが、これにも後継者指名と同じ効果が存在し、なんとかなり初期の段階からほとんど長子相続と同じ方法で相続できます。正直自分も最初に知った時には驚きました。この方法で、後継者指名をした場合、最高年齢の人が2番目に格下げされるんですよね。その結果1人だけに相続される最年長子相続制では長子相続と同じ効果で使えるというのがとても便利になっています。そうしたらいかがでしたでしょうか。この情報がほんの少しでも役立ったら嬉しいなって自分は思います。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントなどなど、CK さんマルチサバの管理者もやっていますのでよければ概要欄からぜひ。それではここまで見ていただきありがとうございました。また別の動画で会いましょう。バイバイ。